7月の朝、空は青く、風は少し暖かかった。私は海の近くの小さな町に住んでいる。町のどこにいても波の音が聞こえる。私の名前は森田美咲。高校2年生だ。家の隣には青木レスの家がある。蓮は私の幼なじみだ。幼なじみとは小さい時からずっと一緒にいる友達のことだ。私と蓮は同じ年に隣の家に生まれた。小さい時から毎日一緒に遊んだ。海で泳いだり、山に登ったり、たくさんの時間を過ごした。今も同じ高校に通っている。学校まで歩いて20分かかる。私たちは毎朝家の前の角で会って一緒に学校へ行く。それは小学生の時から続く私たちの習慣だった。蓮は静かな男の子だ。あまりたくさん話さない。でも優しい。私が悲しい時、蓮はいつも隣にいてくれた。蓮は写真が好きだ。いつも古いカメラを持っていて、海の写真を撮っている。海は毎日違う顔をしているんだ。蓮はよくそう言っていた。私は蓮のその言葉が好きだった。その日の朝も、私はいつもの角で蓮を待っていた。でも、蓮は来なかった。5分待った。十分待った。蓮は来なかった。寝坊かな。私はそう思って一人で学校へ歩き始めた。蓮が朝の待ち合わせに来ないのは初めてだった。少しだけ胸の中に変な感じがあった。教室に入ると蓮はもう席に座っていた。私より先に学校に来ていたのだ。蓮、おはよう。私はいつものように声をかけた。でも、蓮は何も言わなかった。私の顔を見ないで、窓の外を見ていた。蓮？もう一度呼んだ。蓮はゆっくりと立ち上がって教室から出て行った。私はその場に立ったまま動けなかった。何が起きたのかわからなかった。昨日まで私たちは普通だった。昨日の帰り道も一緒に帰った。アイスを食べながら夏休みの話をした。夏祭り、今年も行こうね、と私が言った。花火も最後まで見ようね。蓮は、うんと言って少し笑った。今年は花火の写真を撮りたいんだ。蓮の目は本当に楽しそうだった。それなのに、今日の蓮はまるで違う人だった。1時間目の授業が始まった。でも、先生の声は耳に入らなかった。私はずっと蓮の背中を見ていた。蓮の席は私の席から少し前にある。
その背中はいつもと同じはずなのに遠く感じた。休み時間になった。私は勇気を出してレンの席へ行った。ねえ、レン、何かあった？レンは下を向いたまま小さな声で言った。何もないよ。嘘。朝も来なかったし。ごめん。もう、いいから。レンはそう言って、また教室から出て行った。もう、いいから、という言葉が頭の中で何度も聞こえた。私は自分の席に戻った。窓の外では夏の光が海の上で光っていた。いつもと同じきれいな海だった。でも、その日、幼なじみは急に他人になった。その日の夜、私はレンにメッセージを送った。今日、どうしたの？返事は来なかった。10時まで待った。携帯の画面を何度も見た。レンからの返事はなかった。次の日の朝も、レンは角に来なかった。私は一人で学校へ行った。海沿いの道を一人で歩いた。波の音がいつもより大きく聞こえた。隣にレンがいないだけで道は長く感じた。学校でもレンは私を避けた。目が合うとすぐに目をそらした。昼休みは教室にいなかった。前はいつも一緒にお弁当を食べていたのに。3日が過ぎた。レンは一度も私と話さなかった。私は毎晩考えた。私は何か悪いことをしたのだろうか。レンを怒らせるようなことを言ったのだろうか。何度考えてもわからなかった。金曜日の昼休み、ユキが私の席に来た。石田ユキは私の親友だ。明るくて元気ではっきり話す女の子だ。美咲、最近元気がないね。うん、ちょっとね。レン君のことでしょ？ユキは私の顔を見てすぐに言った。見てればわかるよ。2人とも変だもん。私はユキに全部話した。レンが急に変わったこと。朝の待ち合わせに来なくなったこと。メッセージの返事も来ないこと。ユキは腕を組んで考えた。喧嘩はしてないんだよね。してない。本当に急だったの。男子って時々よくわからないね。ユキはそう言って少し笑った。でも、心配だね。私も少し調べてみるよ。ありがとう、ユキ。その日の帰り道、私は一人で海を見た。浜に座って昔のことを思い出した。10年前、私とレンは7歳だった。夏のある日、私たちは
古い船小屋を見つけた。船小屋は浜の端にあった。船小屋とは、漁師さんが船や道具を入れる小さな建物だ。その船小屋はもう誰も使っていなかった。私たちはそこを秘密基地と呼んだ。雨の日は二人でそこに集まった。お菓子を食べたり、漫画を読んだりした。台風の日のことも覚えている。風の音が怖くて、私は泣いた。レンは、大丈夫だよ、と言って、ずっと隣にいた。あの小屋の中では、怖いものは何もなかった。ある日、レンが小さな缶の箱を持ってきた。この箱に宝物を入れよう、とレンは言った。私たちは貝殻やきれいなガラスを箱に入れた。そして手紙も入れた。大人になってもずっと友達。私は手紙にそう書いた。レンも何か書いていたが、見せてくれなかった。大人になったら読んでいいよ。レンは恥ずかしそうにそう言った。あの箱はまだあの船小屋にあるのだろうか。波の音を聞きながら私は少し泣きそうになった。日曜日の朝、私は買い物に出かけた。レンの家の前を通ったとき、足が止まった。玄関の前にたくさんの段ボールが積んであった。大きい段ボールも小さい段ボールもあった。引っ越しの時に使うあの段ボールだった。私は段ボールの前でしばらく動けなかった。どうして段ボールがあるのだろう。引っ越しをするの？と頭の中で声がした。レンは何も言っていなかった。私はレンの家のチャイムを押そうとした。でも指が止まった。怖かったのだ。本当のことを聞くのが怖かった。私はその日、何も買わないで家に帰った。月曜日、学校でレンを探した。レンは屋上へ行く階段のところに一人でいた。カメラを持たないで、ただ座っていた。レン。私が呼ぶと、レンの肩が少し動いた。家の前の段ボール、見たよ。レンは何も言わない。引っ越すの？レンは長い間何も言わなかった。やっとレンが口を開いた。美咲には関係ないよ。その言葉は冷たいナイフのようだった。関係あるよ。私たち幼なじみでしょう。もう話しかけないで。レンは立ち上がって階段を降りていった。私は一人で残された。目の奥が熱くなった。涙が出そうだったが我慢した。その日の午後から雨が降り始めた。私は傘を忘れた。学校の入り口で雨の空を見ていた。美咲、一緒に帰ろう。雪が
傘を持って立っていた。私たちは一つの傘で歩いた。調べたよ、レン君のこと。ユキの声はいつもより静かだった。レン君、引っ越すみたい。うん。段ボール、見た。お父さんの仕事が変わるんだって。遠くの町の会社で働くことになったって。いつ？夏休みの前。あと2週間もないよ。2週間。その言葉が胸に重く落ちた。クラスの男子が言ってた。レン君、先生と話してたって。そう。美咲は何も聞いてなかったの？私は首を横に振った。雨の音が傘の上で続いていた。ねえ、美咲。ちゃんと話した方がいいよ。時間は待ってくれないんだから。ユキの言葉は正しかった。でも、心が追いつかなかった。どうしてレンは私に言わなかったのだろう。一番近くにいたのは私のはずだった。10年間ずっと一緒だった。それなのに私は最後に知った。悲しさより怒りが大きくなっていった。家に帰って私はレンにメッセージを送った。引っ越すって本当？どうして教えてくれなかったの？返事は夜になっても来なかった。私はベッドの上で天井を見ていた。窓の外で雨はまだ降っていた。波の音と雨の音が混ざって聞こえた。もう話しかけないで。レンの声を思い出すと胸が痛かった。他人になったのはレンの方なのに、どうして私がこんなに苦しいのだろう。次の日の夕方、私は決めた。レンのお母さんに直接聞こう。レンのお母さんは昔から私に優しい。小さい時はよく夕ご飯を食べさせてくれた。チャイムを押すとお母さんが出てきた。あら、美咲ちゃん。久しぶりね。お母さんの後ろに段ボールの山が見えた。引っ越しのこと聞きました。お母さんの顔が少し悲しくなった。そう。レンから聞いたのね。私は正直に言った。いいえ。レンは何も教えてくれませんでした。お母さんは驚いた顔をした。あの子、まだ行ってないの。お母さんは私を家の中に入れてくれた。台所で麦茶を出してくれた。お父さんの仕事でね、仙台に行くことになったの。仙台はここから電車で5時間かかるわ。5時間。簡単に会える距離ではなかった。引っ越しは7月の最後の土曜日よ。朝の8時にトラックが来るの。あと10日だった。
レンはね、引っ越しが決まってからずっと変なの。お母さんは小さい声で話した。部屋から出てこないし、ご飯も少ししか食べない。カメラも触っていないみたい。あのレンがカメラを触らない。それは本当に変なことだった。みさきちゃん、あの子と話してくれない？あの子、みさきちゃんの話になるとすぐ部屋に行っちゃうの。私は麦茶のコップを見つめた。私、レンに嫌われています。そんなことないわ。お母さんははっきり言った。あの子は昔から気持ちを上手に言えないの。特に大切な人にはね。大切な人。その言葉が胸の中で小さく光った。その時、玄関のドアが開く音がした。レンが帰ってきたのだ。レンは台所の私を見て固まった。何してるの？みさきちゃんとお話ししてたのよ。とお母さんが言った。レンは怖い顔になった。帰って。レンは私を見ないで言った。レン！お母さんの声が飛んだ。私は立ち上がった。どうして教えてくれなかったの？声が震えた。引っ越しのことどうして私だけ知らなかったの？レンは下を向いていた。言う必要がなかったから。必要？私たち10年も一緒にいたんだよ。毎朝一緒に学校へ行ったんだよ。それでも必要がないの？レンは顔を上げなかった。みさきはすぐ忘れるよ。俺のことなんてすぐ忘れる。そんなことを。帰ってよ！レンの大きな声が家の中に響いた。私は荷物を持って外に出た。夕方の空がオレンジ色だった。涙が止まらなかった。私は泣きながら家まで走った。その夜、私はご飯をほとんど食べられなかった。お母さんが心配したが、大丈夫とだけ言った。部屋に戻って机の引き出しを開けた。中から古いアルバムを出した。アルバムには私とレンの写真がたくさんある。7歳の夏、初めて2人で海に行った日の写真。私は浮き輪を持って笑っている。レンは少し恥ずかしそうに立っている。10歳の秋の写真もあった。2人で拾った栗を並べて写した写真だ。ページをめくると思い出が戻ってきた。小学4年生の時、私は足に大きな怪我をした。1ヶ月入院した。レンは毎日病院に来てくれた。宿題のプリントを持って自転車で来てくれた。暇だから来てるだけ。レンはいつもそう言っていた。でも雨の日も風の日も
蓮は来た。中学2年生の時、私が友達と喧嘩して泣いた日、蓮は何も聞かないで隣に座っていてくれた。そして海の写真を一枚くれた。海を見ると小さいことはどうでもよくなるよ。その写真は今も私の机に飾ってある。蓮のカメラはおじいちゃんにもらったものだ。蓮のおじいちゃんとおばあちゃんはこの町に住んでいる。おじいちゃんは昔写真の店をやっていた。この町の海を撮り続けなさい。おじいちゃんは蓮にそう言ったそうだ。だから蓮は毎日海を撮っていたのだ。私は机の上の写真を見た。朝の海が金色に光っている写真だ。蓮の写真はいつも少し寂しくて、でも温かい。美咲はすぐ忘れるよ。蓮の言葉を思い出した。私は絶対に忘れない。こんなに大切な思い出を忘れることはできない。でも、蓮がそう思っているなら仕方がないのかもしれない。追いかけても蓮は逃げるだけだ。もういいや。私はアルバムを閉じた。蓮が他人になりたいなら、私も他人になろう。そう決めたのに、涙が出た。次の日から私は蓮を見ないようにした。教室でも蓮の方を向かなかった。朝も違う道で学校へ行った。海沿いの道ではなくて山側の道を歩いた。波の音が聞こえない道は静かすぎた。3日間、そうやって過ごした。蓮と私は本当に他人みたいになった。ねえ、美咲。木曜日の放課後、ゆきが私の腕をつかんだ。ちょっと屋上に行こう。屋上には誰もいなかった。夏の風が私たちの髪を揺らした。美咲、本当にそれでいいの？ゆきはまっすぐ私を見た。蓮くん、あと3日で引っ越すんだよ。蓮が話したくないんだもん。私に関係ないって言われたもん。ゆきは大きなため息をついた。あのね、美咲。私、昨日見たんだ。蓮くん、一人で浜にいたよ。古い船小屋の前にずっと立ってた。心臓が大きく動いた。船小屋。私たちの秘密基地。30分ぐらいずっと海を見てた。他人になりたい人がそんなことする？金曜日の放課後、私は浜へ行った。引っ越しは明日の朝だ。ゆきの言葉がずっと頭の中にあった。他人になりたい人がそんなことする？浜には誰もいなかった。夕方の海は静かだった。船小屋は浜の端にまだ立っていた。10年前よりもっと古くなっていた。
壁の色は消えて、屋根は少し曲がっていた。私はゆっくりとドアを開けた。中は薄暗かった。ほこりと海の匂いがした。窓から夕方の光が入っていた。壁には昔の落書きが残っていた。小さな字で三崎蓮と書いてある。背比べをした時の2本の線もあった。あの頃、私の方が少し高かった。部屋の隅に古い木の棚があった。私は棚の下を見た。あった。あの缶の箱がそこにあった。箱は少し錆びていた。でも確かに私たちの宝物の箱だった。蓋を開けると小さな音がした。中には貝殻が入っていた。白い貝殻、ピンクの貝殻、青いガラスもそのままあった。そして2つの封筒があった。一つは古くて黄色くなっていた。私の字で美咲と書いてあった。7歳の私が書いた手紙だ。大人になってもずっと友達。下手な字でそう書いてあった。私は少し笑って少し泣いた。もう一つの封筒は新しかった。白くてきれいな封筒だった。表に美咲へと書いてあった。蓮の字だった。最近書かれたものだとすぐにわかった。手が震えた。私は封筒をゆっくり開けた。中には一枚の手紙と一枚の写真が入っていた。写真は朝の海だった。いつもの角から見えるあの海だった。手紙にはこう書いてあった。美咲へ。この手紙を読んでいるなら、君はこの箱を開けたんだね。引っ越しのこと言えなくてごめん。言おうとした。何回も言おうとした。でも言えなかった。美咲の悲しい顔を見るのが怖かったんだ。それから気がついた。悲しい顔よりも笑ってバイバイと言われる方がもっと怖い。美咲にとって俺はただの幼馴染だから。でも俺は違う。俺はずっと前から美咲が好きだ。手紙を持つ手が震えた。涙で字が見えなくなった。好きだから他人のふりをした。他人のふりとは知らない人のように行動することだ。嫌われたら離れるのが楽になると思った。ごめん。俺はバカだ。この手紙は多分君に読まれない。それでいいと思ってここに置いた。10年間ありがとう。元気で。手紙はそこで終わっていた。私は船小屋の中で声を出して泣いた。バカだよ、蓮。
私も同じだったのに。私もずっと前からレンが好きだったのに。外はもう暗くなり始めていた。引っ越しのトラックは明日の朝8時に来る。土曜日の朝5時に目が覚めた。本当はほとんど眠れなかった。窓の外は静かに明るくなり始めていた。机の上にレンの手紙と写真があった。私は決めていた。気持ちをちゃんと伝える。他人のままでレンを行かせない。6時に家をそっと出た。朝の街はまだ眠っていた。海から涼しい風が吹いていた。レンの家の前にはもうトラックが止まっていた。思ったより早かった。男の人たちが家具を運んでいた。段ボールが次々にトラックに入っていく。レンの姿は見えなかった。みさきちゃん。レンのお母さんが私に気づいた。レンならさっき出て行ったわよ。最後に行きたい場所があるって。トゥージの電車に乗るのに困った子ね。行きたい場所。私にはすぐにわかった。私は走り出した。みさきちゃん！お母さんの声が後ろで聞こえた。浜までの道を全力で走った。心臓が痛いくらいに動いていた。朝の光が海の上で光っていた。レンの写真と同じ光だった。船小屋の前にレンがいた。カメラを持って海を撮っていた。最後の海を撮っていたのだ。レン！私は大きな声で呼んだ。レンが振り返った。その顔が驚きで固まった。みさき、どうして？私は缶の箱をあげてみせた。レンの顔が赤くなった。それ、開けたの。開けたよー。手紙も読んだよ。レンは下を向いた。カメラを持つ手が震えていた。忘れて。あれは、忘れない。私はレンの前に立った。ねえ、レン。私の話を聞いて。朝の波の音だけが聞こえていた。私もレンが好き。幼なじみの好きじゃなくて、特別な好きだよ。レンがゆっくり顔を上げた。その目に涙があった。本当に？本当だよ。ずっと前から。夏祭りでレンが浴衣を褒めてくれた時から、多分もっと前から。レンは手で目を押さえた。肩が小さく震えていた。俺、バカだ。うん。バカだよ。私は
笑いながら泣いた。他人のふりなんて二度としないで。ごめん。蓮は初めてまっすぐ私を見た。美咲、俺、仙台に行っても変わらないから。手紙を書く。写真も送る。私も書く。次に会うときは、蓮は少し恥ずかしそうに言った。幼なじみじゃなくて、美咲の彼氏になりたい。朝の海が二人の後ろで光っていた。私は、と言って泣きながら笑った。当時の駅のホームには夏の光が差し込んでいた。私とユキは蓮の家族を見送りに来た。蓮のお母さんは私を見て優しく笑った。美咲ちゃん、ありがとうね。蓮は大きなカバンを持って私の前に立った。じゃあ、行ってくる。行ってらっしゃい。さよならは言わなかった。行ってらっしゃいなら、また会える気がしたから。電車のドアが閉まった。蓮は窓の向こうでずっと手を振っていた。電車が見えなくなるまで私も手を振った。駅を出ると海が見えた。涙は出たが、悲しいだけの涙ではなかった。1週間後、最初の手紙が届いた。仙台の空の写真が入っていた。海がない街は少し変な感じがする。蓮らしい言葉だった。私はすぐに返事を書いた。携帯で撮った朝の海の写真も入れた。それから私たちは毎週手紙を書いた。メッセージも送るけど、手紙は特別だった。紙の上の字は声のように温かい。ユキは今時手紙と笑った。でも、いいね。そういうの。夏祭りの日はユキと言った。花火を見ながら蓮のことを考えた。来年は3人で見ようよ、とユキが言った。私は、と大きくうなずいた。夏が終わり、秋が来た。山側の道の木が赤くなった。秋の手紙には新しい学校の話があった。友達はできたけど、朝一緒に歩く人はいない。その一文を私は何度も読んだ。私は毎朝海沿いの道で学校へ行く。あの都度を通るといつも蓮を思い出す。でも、もう寂しいだけではない。冬が来て雪が少し降った。蓮の手紙には仙台の雪の写真があった。こっちの雪は多すぎると書いてあった。私は笑ってしまった。春が来て私たちは3年生になった。そして7月。あの日から1年が過ぎた。夏休みの最初の日、私は駅にいた。ホームに
電車が入ってきた。ドアが開いた。大きなカバンを持った男の子が降りてきた。1年前より少し背が高くなっていた。みさき。おかえり、レン。レンは夏休みの間、町のおばあちゃんの家に泊まる。見せたいものがあるんだ。とレンは言った。私たちは浜へ歩いた。1年ぶりに隣にレンがいる。それだけで道が光って見えた。船小屋の前でレンはカバンを開けた。中から一冊のアルバムを出した。仙台で撮った写真と美咲がくれた写真で作ったんだ。アルバムの名前は2つの街の空。最後のページにあの朝の海の写真があった。その下に小さな字で書いてあった。他人になった日は俺が一番バカだった日。私は笑ってレンの手を握った。レンの手は少し震えていた。でも強く握り返してくれた。今年の夏祭りは3人で行こう。と私は言った。ユキもずっと応援してくれたんだ。うん。花火の写真も今年こそ撮る。幼なじみは他人になんてならなかった。私たちは幼なじみよりも近くになった。海は今日も光っている。レンのカメラがその光を撮っ